今用意したのはプラスのドライバーと、あとはちょっと小さなプラスドライバーですね。同じプラス、あとはマイナスドライバーですね。ちょっと後で使いますんで、はい、まず最初ですね、分解するときにはまずアンテナが邪魔になりますんで、これ最初に購入したときについてきたので、これつけたと思いますんで、皆さんもつけた記憶があると思います。これ外しますね。であとはこれネジがついてますんで、これを外していきます。こんな感じですね。この2個外しましたですね。この2個でおしまいです。ここに書いてますね。これを押して後ろにスライドすると、上のカバーが外れます。これですね。もうこのまま外れちゃいますんで、はい、これも避けておきます。あとはですね、横のサイドのこの天板も外れますんで、そのまま後ろが前に倒していけばなんか外れちゃいますんで、これも外しておきます。うまく外れました。外れますね。これね、いらないですね。これも外します。カメラを見ながらやるの難しいな。これですね。はい、これいらないです。で、こうですね、前のところが実はこのプラスチックのパネルが外れるみたいなので、ちょっとこのマイナスのドライバーのちょっと細いやつをちょっとこの脇の方に刺してですね、差し込んでやるとこんな感じですね。パコンと浮きますんで、この前のパネルが外します。はい。はい、あとポコッと外れます。あまりこのコネクターがついてますので、思いっきり引っ張らないように注意してください。でこれコネクター外します。はい、これでもう前の天板もいらないです。外します。あとは前にこうネジが何個かついてるので、これ外していきますね。これね、ちっちゃいマイナスドライバーですね。これで差し込んで、これもプラスのネジですね。これもどんどん外していきます。電源、今回ノイズの大元だった電源がですね、一番下のモジュールになってるみたいで、ここまでたどり着くまでは結構大変でしたね。分解は実は簡単なんですけど、組み付けるのが実はめちゃくちゃめんどくさかったですね。というのを日本語で言っても分かんないかもしれないですけど。はい。で、ネジ4本外しましたね。これですね。パネル、金属のパネルが外れます。これも OK ですね。外りがありました。この中にネジがあるんですね。ここにネジがあります。これ外しますね。これを外します。これで確か浮いて外れたんだな。このネジが外れますんで、これ別に同じですね。同じネジですね。それで下のこの金属のフレームの部分が外れるはずです。外れたな。はい、これですね。これいらない。外しますね。確か下のモジュールだけが外れたような気がしたんですよ。こう外します。全部ネジ同じですね。同じタイプだから後でもし分かんなくなっても大丈夫ですね。ここ外します。あとはここですね。こことここを確か外さなきゃいけなかったですね。これは電源だったような気がします。外します。見えないでしょ難しいな。ここですね。外しますね。確かこれは外さなきゃいけなかった気がします。同じサイズ同じですね。はい。考えて作られてる。腰が痛い。はい、ネジ外しましたですね。これでも浮きましたね。ここね。で、あとは逆ですね。ここですね。これを外すと下のケースが多分外れるはずですね。これでいけるのかな。そしたら見えるはずですね。はい、これで外れました。全部ネジが同じですね。今のところ外してるやつはね。だからどれを間違っても大丈夫かと
これで下のこのケースが外れますんで、外しますんで、あとは、今回問題だったやつがここですね。これだ。これだったかな。これかこれだな。あれどっちだったっけ。忘れたな。このちっちゃい方外してますね。ちょっと忘れました。これパコッと外れますね。確か僕はこれでしたね。ちっちゃい方でした。このちっちゃい方の小さい方のこのフェライトコアの方に入ってるやつに、実はちょっと見にくいかもしれないですけど、ここに、ゴムのですね、を入れてます。この部分がカタカタカタっていってですね、ノイズになるんですね。これを動かないようにするために、ここにゴムのなんていうんですかね、ゴムのワイヤーを入れて、これが動かないようにしてます。ちょっとクッションですね。多少動いても大丈夫。あともう一つ、こっちにも老眼が見えない。こっちもですね。見えないかな。ここですね。こことここにゴムを入れてます。外しましょうか。見えやすいように。これね、熱収縮チューブって日本語で言いますけど、英語でなんて言うんだろう。メガネ外さないと見えないや。なんか形が変わってるね。熱収縮チューブを挟み込みました。これですね。これですね。これですね。このゴムのチップを差し込みました。入れないとこのフェライトコアの磁石の部分がですね、これ動くんですね。サクサク今ちょっと聞こえてると思いますけど、これがうるさいんですよ。これがノイズの源でした。ノイズのソースでしたね。ここにもありますね。ここも僕が入れたんですですね。これね。もう一回出してみますね。はい。これ結構めんどくさいな。これですね。ゴムチップを入れました。もしない状態ですね。買った状態でこうなので、こういう音が高速にするのですごいノイズがうるさいんですよね。もう最初壊れてるのかと思いましたね。このマシンね。なのでこの磁石を動かなくするために、これをここに差し込みました。結果音はしなくなったので、良くなったと思います。はい。難しいな。とりあえずこのフェライトコアが動かなくなればね、とにかく音がしなくなりますんで、はい、このゴムをとにかくこの間に挟み込んで、前後って言ったらいいんですかね、ワイヤー方向に対してこう前後に動かないようにするということです。はい。英語のじゃないので難しいですけど、はい、これをあとは戻せばいいです。ここにね、このワイヤーをここに戻せばいいと。ただこれだけです。なのでそんなに難しい作業じゃないんですけどね。はい。はい、これでおしまいです。はい。すべて終了です。じゃあ元に戻しますね。ですね。やばいな、加湿器のせいだな。ここに溝があるんですね。この溝に入るように、この部分がですね、この溝に入るように入れていきます。はい。入れながら上に持っていくということですね。します。作業難しそうなんで。上から落としても早いね、これね。上から落としてますね。はい。上に置いといて、モジュールをパソコン本体をこのまま入れながら、ここですね、ここの部分をうまく差し込むようにしていきます。入ったかな？入ったね。OK。OK。はい、OK ですね。はい、入りました。これであとはワイヤーを入れつつのネジを戻していきます。はい。大変だ。そうですね。組み立てがめんどくさいんですよね。バラすのは簡単だったんですけど。はい、いきます。じゃあネジを戻しながら、ここはもう戻していいですよね。ここ合ってるよな。合ってますよね。合ってますよね。でこことあともう一つ裏ですね。ここもちゃんと入ってますね。この方がいいのか。前回バラした時全部モジュールバラしたんですよね。なので組み立てが非常に難しかったんですけど、下だけケースを取り除くと意外と組み立ては簡単かもしれないですね。ちょっと前の記憶もうないんで、
とも言えませんけど、はい、OK ですね。で、あとはこっちですかね。SSD とか大丈夫かね。2本ありましたね。これを戻していきます。分かってると思うんです。プラスドライバーはマグネット付きがいいですね。磁石になってるとネジが差し込みやすいですから。はい。もう一つですね。これも入れていきます。全部ネジが同じ大きさ、同じ種類になってますんで、間違えることはないと思いますね。だからネジ山がダメにならないように気をつけながらですね、入れていきます。差し込んでいきます。はい、これで OK ですかね。で、問題なのはこのコネクターがきれいに収まるかどうかなんですよね。はい、これであとは戻しますね。外した順番に戻していきますね。どうでしたっけ。こうですね。これを戻しますですね。下と上ですね。あとはこの辺はまるようにできてますんで、嫌な音だ。大丈夫？なんか場所がおかしいな。ここでしたね。真ん中のところの基板のとこですね。ここに切り欠きがあるんですね。これね。ここですね。これがはまるようにしないとダメですね。これがはまるようにしながら、はい。そうすると、正しい位置に入りますね。はい。できました。OK です。あとは締めます。これだけネジが違ったような気がするけど、同じかな？同じですね。はい。じゃあ、この下締めます。この下ですね。この下をこの部分を締めていきます。見えるようにしましょうか。2回目はやりたくないので、この中に締めていきますですね。はい。OK ですね。あとはこっちのサイドですね。ここのパーツが出っ張ってますので、すみません。間違えました。これでいいですね。これで合うように締めていきますね。いや、すっかり忘れます。分解した時から忘れてる。あれ？いいのか。いいですね。大丈夫。こっちも締めます。まず4つを詰めてからですね、全体をもう一回強く締め直す感じの方がいいですね。かっちりできてる商品じゃないから。じゃないな、こっちか。もう一個、これがラストですね。ネジを。あとははめ込むだけですね。ネジを壊さないように。そうですね、OK です。慎重に。はい。ここと、よし、あとはすまし締めをして、大きいプラストライバーがあった方がいいですね。はい、OK。あとはパネル戻します。もう最後ですね。パネルの前のところですね、スイッチとのこのジャックがありますから、これをつけて、戻してですね、OK ですね。つけて、
とははねるだけ。はい、OK。じゃないや。前ですね。前を差し込んで、こういう状態にしてから、こうやって倒して、あと上から下に押すと綺麗に入りますね。こんなのすぐ忘れるな。はい、もう一回やってますね。前ですね。ここの前の部分を合わせ込むんですね。合わせ込んで倒す。でそうすると後ろがはまる。前と後ろがはまった状態で上から下に下ろすですね。はい、これで綺麗に入りましたね。OK です。はい、あとは一番最初にばらしたこれを置いて、これ綺麗にはまるかな。OK ですね。はまった状態だと前にスライドして、これで OK ですね。はい。このネジを、ネジこれか。ネジをあとは入れます。あともう少しですね。はい、綺麗になりました。で、これで音が静かになるはずですので、はい、あとアンテナつけておしまいですね。はい、ちょっと長くなりましたが、ちょっと手順を思い出しながらやりましたので申し訳ありませんが、はい、以上です。はい、じゃあ皆さんやってみてください。はい、終了です。